ワンインチチャンネル。はい、雨宮さんにゲストに来ていただいております。はい、ちちょっとね、トークがしたかったんですよ、お話をね。雨宮先生とちょっと謎な部分も確かにありますけど。そうなんです。そんな聞きたいことあります？いやいや、僕はめちゃくちゃある。本当ですか？僕も今度差し飲みしたいぐらいだ。同い年で。同い年でまず僕が聞きたいのはその雨宮先生はその父親から一応その一子相伝っていうので500年続いてたってわけじゃないですか。はい。いつ言われたんですか？確かに。なんで俺はこの一子相伝を学ぶんだっていうのはいついや別にいつ気づくとか、まあ、最初から気づいてましたよ。もう本当に幼少期というか、はい、幼少期から物心ついた時から。あ、そうですそうです。普通にやってたんで。何歳ぐらいからその修行はスタートしたんですか？3歳ですよ。まあそうですね、3歳。3歳からその父親とどこで修行するんですか？うちの実家の裏に山があるんですよ。はい。で今よくね、山でやるってとこだけ言うと、そこだけこう切り抜かれてしまうんですけど、いろんなところでやってましたね。はい。例えばその山でもやるし、まあ、川でもやるし、海でもやるし、まあ普通に道場みたいなのを借りてやったりだとか、いろんな環境とか、まあ、足場とかでやってましたね。さあ知らない間からもう毎日その父親と修行をするっていうのがもう生活の一つやったんですか？ああ、そうですそうですそうです。それだけ武術が身近にあったってことですよ。ああ、そうですそうですそうです。その時はお父さんじゃないですか。であり師匠。ああ、そうですそうですそうです。その稽古の時は例えば敬語だったり。ああ、そうですそうです。で普段は父と子の関係なので普通にまあ多分じゃあお父さんとかやってた。お父さんとはやってないです。やっぱそこはないんだ。ママやってやとかはない。いや、ないですね。甘えたくなかったんですか？いやでも自分ねお父さん子なんで。はい。お父さん子お父さん子なんですよ。じゃあ懐いてた。懐いてましたね。はい。じゃあその修行も厳しかったと思いますけど、それもじゃあ楽しかった？どっちだったんですか？楽しいっていう、好きだなとか楽しいなって感じたのはどちらかっていうと20歳超えてなんか3歳から始めてたよ。やりたくないっていう選択肢はないですか？ないです。やりたくないって言ったらどうなったんですか？サッカーやりたい俺って。そうなったらならなかった。まずならないように多分育てたんだと思うんですけど。じゃなってないんですよ、雨宮先生は。やりたくないとはなってない。やりたくないとはなってます。なってた。なってます。でも言えない。言えるような感じじゃない。関係ではない。はい。そのもう今日行きたくないってとか今日友達と遊ばせてやとか無理。無理ですね。なんかそういうなんか雰囲気じゃないというか。週何回？まあ毎日です。毎日？毎日です。朝ですか？学校行く前にやって学校から帰ってきてやってみたいな。週 7？ 漫画の主人公。まあ週7、まあそうですね。だからもう週7とかそういう感覚じゃないんじゃない？もう毎日なの。そう考えたらお父さんもそうですし、それ一子相伝ってことはおじいちゃん、雨宮先生からしたらおじいちゃんに対しても孫かわいいなっていう確かにおじいちゃんではない。孫かわいいなっていうおじいちゃんでしたよ。そのプライベートっていうかなんかその敬語がないというか、そのおじいちゃんと孫の関係においてはそうでした。私はうちの父と祖父から伝承を受けたんですよ。2人から。それはお二人がいて雨宮先生が1人、2対1みたいな構図で学んでたってことですか？そうです。そのパターンもありますし、父と自分とか、あと祖父と自分っていうパターンもありますけど。すごい恵まれた環境ですね。羨ましい。そこに対して反発はなかったんですね、雨宮先生は。反抗期って自分なかったんですよ。でも小学校とか中学校の時に「お前何してんの？」って言ったらお父さんに山に連れてかれて格闘技で戦ってるんだとか言うんですか？言わないです。そうか、それは言っちゃいけないんでしょ。そうです。それはもう子供の頃からもう刷り込まれてるんで絶対言わないです。だからその同級生たちは知らなかったってことですか？だから町の道場に行ってたことは知ってると思いますよ。お父さんとの関係とか、引き継いでる武術は全く知られてなかった。知られてない。学校でも誰にも言ってない？言ってないです。町の道場っていうのはどんな武術だったんですか？
空手です空手。例えば彼女とかできた時もあったじゃないですか、はいはい。でも朝は稽古で、はいで夜も稽古じゃないですか、はい言われたことはないんですか、彼女にどこ行くのかわいくって言うんですかいやいや、ちょっと家でちょっと用事があるから感じで。ちょっとすごいだって同級生なんですよ。そっか。なんかそれを言ったらまあずっとね同じ時代を生きてきたんですけど、はいやっぱ環境が全然違いますよね。雨宮先生って武術歴で言ったら、まあとんでもない3歳からだよ。 3歳からやってるわけでしょ。それ40年で今の現代になって雨宮先生が今世に出てはい。伝えてるじゃないですか、はいそれめちゃくちゃ覚悟いることだじゃないですか。うんいやもう本当500に年続いてたこそうだよね。とを確かに今初めてそうなんですよ。すごい覚悟ですよ。稽古がその稽古内容がその失恋するかもしれないなってずっと子供の頃からそういう気持ちがあって、うんうん例えば今自分が自分の子供に対して同じことをもしするってなったらもう絶対手がもう後ろに回るっていうか、もう多分虐待だとかうん時代的に時代的に、まあ確かにでそれを例えばそのできないってなるとちょっとでもその失恋する可能性を下げるために一般の人たちに教えようっていうもうそういう時代だよねみたいな話が家であって、あ家でお父さんされてるとんですね会ったそうです父と、そういう話をしてじゃあ、そのまま意思相伝でなので教えるわけにいかないけども、そこをベースにして新しい教はいそうです家にそういう武田家を守るためにこうずーっと500年あったわけじゃないですか。そういう、なんかあるんですか、もの巻物みたいな巻物じゃないけど書伝はねないんですよ。ああるとバレるので表に出るのでまあ質問が尽きないですよね。ーなんかそう次から次へと普通になんか武術じゃない部分もなんかちょっと聞いてみたい部分がたくさんあるしもあるし、なんで武田家が亡くなったとともにここが続いてたのがすごいですよね。そのすごいな。でもそうですね。もう「はいお疲れでした」って言って「お疲れでしたそれで元はそうやったんだよね」やのに、それがまだずーっと一子相伝で武術を伝えていくっていうのがめっちゃ変わってますよね。そうですね。それなんかコメントとかも来たみたいで、はいはで聞かれたんですけど、なんでだろうなと聞いとけばよかったなと思ってですね。誰かが要はその続けようとしたわけじゃないですか。そうですよね初代なのかその2代目なのかわかんないですけど、なんかね壮絶な話がまだまだありそうです。ありそうですよね。もっとだって目怪我したのも親父にやられたんですよ。そうです。もうできなくないですか？自分の子供に。確かにね。今だって考えられないですね。本当の刀で戦うんですか？それはね段階があるんですよ。一番最初からやるんじゃなくて、一番最初は勃剣みたいなのを使ってやるんですね。でその次に切れ味の悪い包丁みたいなのをやるんですけど、それも切れ味で悪い先端切り落として刺さらないようにあでラップ巻いて銀紙巻いてからラップ巻いてやるんですよ。そしたら多少当たっても切れないんで深くこう入っちゃうとあれですけど、でそれが終わったら、ラップ取って銀紙巻いてだけでやってその後にちょっとずつちょっとずつで自分の場合は、うちの父の時は、そのままこうなんかもう少しドロドロした感じでやったらしいんですけど、私の場合はある程度こう装備してやってたって感じですね。でも装備してないところをねやってくるんですよ。あなるほどね。そうあだからここ切れてるんですよ。切れてますね。結構切れてません？は縫ってありますね。いはい喉払われて食っておけたらそれ何歳の時ですか？いや中学ぐらいですね。すごいね。すごいな。本当に誰か漫画描いてくれ。マジみたいな。見たいよね。アメリア。アメリカやな。あめ。ただいろいろあるけど、で最後にもうねいろいろ稽古動画撮った終わりなんであれなんですけど、はい
カッポを何もしてもらってないんですけど大丈夫ですかね僕なんかどっか崩れた状況なんですかね。全然大丈夫です。全然大丈夫。面倒くさがってるわけではなくはい全然大丈夫。カッポ不要ね。はい、カッポ不要で不要ってことで、はいよかったです。わかりました。ちょっとまだまだ学びたい技とかしたい話そうながあんですよるので、まちょっとたぜひぜひはい本当にお願いします。よろしくお願いします。嬉しいな。さあ本日は雨宮先生にいろいろ聞きましたけれどもありがとうございました。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 